こんにちは、オートウエストエンドです。さあ、今回はこの後輪左のタイヤに刺さっているボルト、見えましたでしょうか？これね、4回目ですね、これで。めちゃくちゃ刺さる。なんでこんなに刺さるのっていうぐらい刺さりまくってます。ちょっとこの運転をしていた場所が工場地帯なので、それが原因だとは思うんですけども、でも言ってももうね、これ、前回ネジが刺さった動画を上げてから多分1週間くらいしか経ってないと思います。この撮影をした日。前回はネジが刺さって抜いたところ、貫通してなかったんですよね。なので、結局修理をするということは全く必要がなく、そのまま終わったんですが、今回はどうなのかというところで、そして前回はもう家の駐車場まで乗って帰って抜いたんですが、そうしたら結構ネジのボルトの頭がもう平らになったというか、もう結構すり減ってしまって取るの大変だったので、もう今回はもうカチカチと運転をしていてボルトが刺さっていると気づいたそのところタイミングでもう外すことにしました。実はこれオイルチェンジをしていまして、でその時に一緒にそのオイル交換の後にやったので、ちょっとこの GoPro レンズがもう油まみれで、多分最初3分の1ぐらいちょっとねぼやけていますが、申し訳ありません。オイルチェンジが終わって、よし帰ろうと思ったんですが、これやっぱり抜いていった方がいいよなということで、今ジャッキアップをしてタイヤを外しているところです。このジャッキアップに関しては今までに何度も動画に上げてきましたので、詳細は省略をしますが、一応今回刺さってしまったタイヤは後輪なので、後輪を上げるときは対角線上の前輪の、前後に輪止めをかけています。こんな感じですね。特に FR 車、あと BMW の 4WD は後輪を上げてしまいますと、前輪がね結構フリーな状態になってしまいます。なので片方の後輪がついてるとはいえ、念には念をということで、上げた後輪の対角線上にある前輪ですね、そちらに先ほどの映像のように繰り返しになりますが輪止めをかけて安全性をね、担保しております。ということで、このね重いタイヤ外したんですが、一旦このタイヤはエクストラロードといって、タイヤの空気圧をちょっと高めに設定してあるので、普通のタイヤぐらい PSI で30ぐらいですね、そこまで一旦抜いております。はい、そしてそれではいよいよボルトを外していきましょう。このラジオペンチみたいなので前回抜いたら取りやすかったので、今回もこれを使ってやっています。ただ前回よりもちょっと大きめのネジボルトが刺さっているので、あんまりこの小さなねラジオペンチなのでゆっくりしか回ってくれなかったです。そしてこの抜いてる間にいろいろ気づいたんですが、このゴムに刺さっているので、普通にネジが抜ける方向に反時計回りに回してもあんまり手前にちゃんと出てきてくれないんですよね。なのでちょっと手前に引きながら反時計回りに回していくと、少しずつこんな感じで出てきました。工具を買いまして、プライヤーレンチを使って今度はトライしております。この刺さった方向、それをしっかり確認をしながら抜いていきます。修理に重要な要素になります。はい、抜けました。そしてこの石鹸水をスプレーで吹きつけて、どこが漏れているか、漏れてるところはもう明らかなんですが、どんな感じで漏れているかというのを見ていきます。そこまでシューって出る感じではなく、こうよく見るとプツプツと泡が出てきているような感じです。前回とは違い、やっぱり今回はね普通に貫通をしている状態なので、これはプラグで塞がないという状態ですね。僕は一度友達のねパンクしたタイヤのプラグをしている作業を見たことがあるんですが、実際に自分でやるのは初めてです。
そしてこのプラグのこのね修理キットを何回か紹介をしてこんな感じでやっていきますっていうのでやったんですが、結局ネジがタイヤに貫通していなかったので使えずじまいということで、今回がまあ初挑戦という感じになります。もうねこれ最初にこの穴を整える工具なんですが、これをもうぐっさり刺すんですが、これがね結構硬くて、まあこのやる行為自体結構勇気がいるんですけどもね自分のタイヤにね思いっきりこのね差し込むというね、修理といえどもなんか後ろめたい感じでやっております。そしてこの修理キット、前に動画を上げましたが、それぞれの工具についての詳細はそちらの動画で紹介をしていますので、よければチェックをしてみてください。これが2つ目の工具で、この最初の工具で穴を整えた後、この2つ目の工具にプラグ線をするような感じの黒いゴムのようなそんなパーツをこう差し込んでいくという工程に移っています。結構ねシューッと音がしていますが、ある程度穴が開きました。それでこれを2つ目の工具を差し込んでいきます。はい、どうなるでしょうかこれがね、で先ほどボルトが刺さっている方向が重要だと言いましたが、この線をこの黒いゴムのようなものでしていくわけなんですが、最初に使った工具、それをボルトが刺さっていた穴にしっかり沿って刺さないと穴がもう一つできてしまうんですよね。そしてこの黒いゴムで線をしたとしても結局意味がないということになってしまうので、本当にこのボルトが入っていた穴、そしてその刺さっていた角度をチェックするのが本当に重要になってきます。はい、そしてねこの2つ目の作業ねもうね結構カットしてるんですが手袋の破れ具合見ていただけると分かると思うんですが、これもうずーっともう思いっきり入れても全然入らない。この元々のゴムの棒と入ったいるその棒の長さを確認しても全然入っていないことが分かって、で一旦こう抜いてみたんですが、結局その線ができない状態でした。そしてこの最初の穴を鳴らすその工程で、その自分が作った穴が全然まだちっちゃい細い穴ということで、もう少し広げようっていうので一からやり直しております。はい、そしてもうねこれ直さないと帰れないので焦りながらやっていますが、もうね血迷ってこの地面に逆さまにしてタイヤの重みで入れたろうと思ったんですけど入らず、最終的に穴を広げまくったら入れることができました。そしてこれ抜く段階ですね。一気に抜きます。クッと。はい、そうしますとこの黒いプラグの部分、ゴムの部分がそのまま残って、これで線ができると。これは全体の3分の2ほどを目安に入れていきます。そして上に3分の1ほどが出ている状態にしまして、そしてこの部分をある程度残してカットをしていきます。そうするとこの出た部分がタイヤがねこの回って地面と接して、その圧力でさらに広がって線をより強固なものにしてくれるそうです。さあ、そしてなんとかね線ができたわけですが、もう一回石鹸水をかけて漏れていないかを確認しています。まあここで漏れてると分かってももうどうしようもないんですけどもね、はい、一応漏れないでいてくれという願いを込めて、吹きつけていますが、ちゃんとね線ができたようですね。そしてこれ終わった後に調べたんですが、この付属のゴムのパーツ、これ太さがあるようで、こういう風についてくるのっていうのはちょっと太めらしいですね。でまたバラ売りでもっと細いのが売っているようで、その何種類か持っておくといいそうです。そうするとね使い分け、穴の大きさによって使い分けができるということで入りやすいと思います。それではタイヤを取り付けていきますが、ちょうど貨物列車が作業をしていたので一応収めておきました。
カナダのバンクーバーなんですが、だいたい貨物列車前数えたことあるんですが100両ぐらいで、もうすごい2、30キロでゆっくり走行するので、踏切で捕まると5分10分ぐらいずっと待たないと飽きません。すごい長い貨物列車です。はい。そして今タイヤを取り付けている作業に移っているんですが、先日ご紹介しましたタイヤをセッティングするそのガイドになるボルトがあります。それを今これオイル交換のためにちょっと外に出たので持ってなかったんですよね。なので今まで従来通りの工具でやっているのでめちゃくちゃ大変でした。もうやっぱりツールあった方がもう仕事が10倍早く進むと思いました。ということで一旦ボルトを仮止めしましたら、ジャッキをね外しまして、そして最後にトルクレンチ BMW X5 の場合は 140Nm でねトルク締めをしていきます。これも前回ご紹介したタイヤホイール用のソケットがあるんですが、それを持っていなかったので今までの短いインパクトソケットでやっていたんですが、それもね結構大変で本当に不便だなと思いました。ホイールもね本当に傷つきそうなぐらいトルクレンチがギリギリな位置に来てしまうので、それもヒヤヒヤしながら締めたという感じです。そして空気圧だいぶ先ほど抜きましたので 39psi まで入れていきます。車の 12V のシガーソケットから電源も取れるんですが、ポータブルのジャンプスターター、そっちから 12V 取ったのでエンジンは回さずに作業することができました。この空気を入れるインフレーターが5分ぐらいずっと作動させて、やっと38とか 9psi になった感じです。これもずっと長時間稼働させると自動的にスイッチオフになってしまうので、多分おそらく結構ギリギリまで回し続けたような感じになったと思います。さあ、そしてこれが入っていたボルトです。結構前のに比べたら長いですね。2倍、2.5 倍、3倍ぐらいの長さがあると思います。これだったら貫通しますよね。でこれよく見てみると先っぽ別に尖った形状をしてないんですよ。それでも刺さるもんなんですね。いやーね、もう刺さりまくってもうめちゃくちゃへこんでいるんですが、もう本当にね走る道を選ばないといけないなと思いながら、これ前もね刺さった時言ってたと思うんですが、もうどうしたもんですかね。まあ中古タイヤだからそのショックは少ないものの結構憂鬱な感じになっております。そしてしばらくしてからまたこの石鹸水吹きつけて見てみました。一応漏れはそのままないようです。本来パンクの修理はタイヤをね外して内側からパッチをしたりするのが完全な直し方なので、これだけで治る場合もあれば治らない場合もありますので、ちょっと経過観察していきたいと思います。冬タイヤに変えるまではこの夏タイヤ今シーズンいっぱい使いたいと思っているので、そこまで持ってくれればいいかなという感じでございます。はい、というわけで今回はまた刺さったボルト、今回初めてパンク修理キットを使いました。一応今のところ成功という感じでございます。この動画が参考になったという方はいいねボタンを、またこういう修理動画を見たい方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。